はい、ということで今週も始まりました人生1周目の寄り道ラジオ。どうもケイです。初めてのパソコン、何を選べばいいか分からずに MacBook を選んでしまいゲームが全くできない。どうもヒロです。マイクラだけのマジで俺あのゲームでマイクラとあとなんかマジバグだらけの謎ロボゲーしかしてなかった。悲しかったあれ。あれって中学やギリ小学校やったっけ？いやいや中学じゃねえかな。中学やと思う。中学だってな、2人ともパソコン。お前が先やったよな。でもそうやな。俺が先にYouTube 始めてたから、きっとその時に、編集もっと本格的にやりたいっつって、じゃあ編集やるならやっぱみんな大好き瀬戸康史を見習って MacBook でしょうということで、いやそうよ。俺衝撃的やったもんね。その同級生の友達がノートパソコンを、しかもかっこいい MacBook を持ったと。バカにすんなよお前。中学生はもう大人ですわと思った俺あの時な。そんな記憶あんの？俺もついにその年齢になったかと。ついに MacBook を同級生が持つようになりました。ありがとうございますって思ってた。激アツ。でわざわざ俺はノート PC やから持ち運べるしな。お前んち行って、いやそう俺んち来てくれて、で俺もパソコンも買っててな、その時はな。そうもうお前はデスクトップでな、でお互い別々真反対の壁見ながらゲーム一緒にやってやな。一緒の家でやる意味お前。帰れお前。マジであの時間がいっちゃん楽しかったんから。デスクトップはほら置いてるからもう画面の向き決まってんのよ。もう姿勢決まってんのよ。でお前のノートパソコンやけどデスクトップの横並びのスペースはなかったから、もうしゃあない来客用のそのパソコン机じゃないところに置いてやるしかない。お前はもう下のな、そうなるとベッドより低い位置にあった机な。座椅子用のね、床座り用の机やったのよね、実家にね。マジで別々の方向を向きながらゲームをしてたあの時間と、お前のベッドに一緒に潜ってナイツを見ていたあの時間めっちゃ楽しかったね。きしょいなお前、その時間お前。どんな中学生やねん。見たな。中学生でナイツで笑えることないやろ。正直おもろいあれ。ナイツはさ今もおもろいんやけどさ、やっぱなんかあの時のナイツのおもろいっていう感覚をね、今のナイツ超えてこないもん。もういやそうやねんな。思い出込みやから。あの時がな全盛期なのよ、俺らの。あの時のナイツはすごかった。おもろかったなあれ。そんなことないもんな。だって今漫才協会会長やってるもんな。会長やもん。あの時絶対おもろいもん。でもまあだってナイツ出てきてちょっとテレビ定着したぐらいやったんちゃう、なんなら。そうやな。確かにそのぐらいかも。でいっぱいテレビとかも出ててみたいな。そうやな。いやでもその違う方向でゲームしてるのそうやねんな。もうベッドまで行ってもうたよ。ベッドは急に一緒の方向向いて当たり前やけどその差がすごいから。シングルベッドギチギチに詰め込んで。そうやっぱお前床に客やのに床に座らされてるから、やっぱベッドで一回休憩せなあかんかったよお前はな。そうやっぱケツ痛いからさ、ずっとそうどんな出迎えやねんお前。しかも俺はちゃんと自分の椅子座ってるから向いてる方向違う上に、だいぶお前をその上から見下ろす形で俺がかなりどっしり構えてたねお前。びっくりするぐらい。でもお前もなめげずに毎日のようにノートパソコン持ってきてくれんな。いやマジであれ俺毎日言ってたの、あれマジでさ、マジで毎日言ってたから、もうお母さんに申し訳ないよね今考えると。マジでほんまごめん。いやでもおかんも別にもてなしてくれてなかったよ。そんなお菓子とかなんか飲み物ぐらいはやってくれたけど、もう無視。いやもうだってそんなんな、他の家の子が来たらちょっとはさ気使うやんか。やっぱでもまあ普通はな。お前じゃなければな。だんだんうちのかも適当なってきてたらあれ。そうなん。当たり前のように。
でな、まあ夕方ぐらいになってきたら、ちょっと俺ら今からうん横綱ラーメン行くわ、つって横綱ラーメン食いに行っててんから。うわ言ったおかしい。なんであれ。確かに言ってたな。なんだあれあのルーティン言ってたんあの横綱ラーメン。言ったいや確かに。だから二人ともマイクらして編集して、あー疲れたなやってるーっつってことちょっと一人前なムカつくな。何編集しとんねんお前らが。いやそのためにおお前前 MacBook 買ったんやから俺はおそう前や。ずっとおもろいこいつらなんか一仕事終えたみたいな感じでいやラーメン行くとか言ういやちょっと一て杯行くかとか言ってお前必死にチャリこいで行くねんからお前。ちょっと遠いもんなしかもちょっとと横綱ラーメンちょっと距離あるちょっと遠いね。いや言ってたよなんか二人ともチャリはななんか苦じゃないですよみたいな感じやったからなもう言ってたけど。まあまあまあそんなあの頃のチャリなんてもう基本のその移動手いや段やからさそうそうそう間違いない。もうどこ行くにもチャリやん、うん、もうチャリで問題ないねんから。いやほんまそういえやば横綱ラーメンはあれやけど黒部ってあったん覚えてる？ラーメン屋。黒部どこやったっけそれどこにあったやつなんなら横綱ラーメン行く道にあったと思う。マクドとかあれなんやブックオフかなんかとかある大きな通りのラーメン屋があったの。あれ黒部やったっけ黒部じゃないっけ何やったっけ？忘れた黒部で多分合ってると思う。あれ黒部マクドのとこにあるやつ。はい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 あそこ別に美味しいイメージがあってんけどうんなんかなまあ最近って言ったらもうなんやろ3年とか5年とか前やねんけど行ったのよ。うんなんか味変わっててなんかあんま美味しいと思えんかったんよな。それお前の舌の問題じゃない？俺の舌行かれてたんかな。どっちが行かれてるバージョンそれ。うん。昔黒部俺何回か行った時はさなんかまあ美味しうん。くないことはないけど、まあ別に何回も行くような店じゃねえよあはい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 。そんな俺別にハマってなかったのよ。うん。あじゃあそれが俺的にはその黒部は別に普通。あそういうこと。俺がだから昔何でも美味しいと思える時期やっただけやろ。そうだからお前はもう俺は食えたら何でもうまいぞお前。おいお前太りすぎやお前。食べ物は全部俺のもの。遅いのなんなんほんでデブキャラの時こそ喋んの遅なんのなんなんあれ。偏見でしかない。早口のおデブだっておるわお前。ほんであん時俺人生で一番太ってたからあんま否定もできひん。太りすぎてるお前。そうやろお前。そうやろ。太ってはいたのよちょっと。マジでお前すぐもうマジ激変したよなマジそう考えると。いやなんかねだからすごいのが体重が変わってない中3ぐらいからそう身長は伸びてるからずっとだから肉がこう引き伸ばされてそうあれなんであんな太ったんかもわからんしなんで太らんくなったんかもわからへん。何も変わってない俺の中で。すごいよなどういうどうなってんのお前の体。いやあれどうなってんの怖いね。そう全部理由がわからんねん全部。マジ構造なんか詳しい方いたら教えてほしいぐらいやもんな。なんかあんのかなその成長期は太りますよみたいな。あるかそんな。まあでも確かに赤ちゃんはなんかプクプクみたいなイメージあるやん。誰が赤ちゃんやなお前、誰がお前中2の俺赤ちゃんやねんお前。赤ちゃんはプクプクなイメージあるやろ。お前だからその年齢が若ければ若いほど、やっぱりちょっと丸っこくなる性質もあるんかもしれない。それはわかるそれはわかる。だから中2やねん俺。そだからの丸っこい時を経て一回ひょろっとしてのデブやねん。これどう説明すんねんお前。なんで一回ひょろっとしてからまたデブになってんお一回ひょろっとして前。んお前俺は。なんやろなあれ。ずっとこれは言うてたけどさ、うんお前2分の1成人式ぐらいからさ、うん痩せ出したんやったっけ？痩せなさを2分の1成人式を境に俺痩せ始めた。そうやんな。ちょっとずつ痩せ始めてさ。ちょっとだから俺らのその高校時代ぐらいまでの仮説として、お前は20歳を超えたらめっちゃ太り出すっていう。いやそうやねん。怖いこと
のサイクルが来てんねんでな、最近ちょっと太ってきてんねんこれやばい、これやばいぞ。抗うぞ俺は運命に。負けへんだ俺は。熱い熱い。運命に抗うねん俺はここで。めっちゃ嬉しい。お前頼む太ってくれお前頼む。だんだんそのラジオ聞き比べたらだんだん声太なって遅なっていくから俺よろしくな。いやマジで太ってきてんのよな。でも最近はもう明らかにジュースとか飲んでまうし、お菓子もなんか食べてまうし、この原因がはっきりしてんの。だから逆に言うとこれは運命のいたずらではなくて必然やの。だからお前が仕掛けたな。そう俺が仕掛けてるだけこれは情けないやないかお前何を堂々と言っとんねん。俺が太いだけこれはそれなんでさ、そのお菓子いっぱい食べたりさ、ジュース飲んだりしちゃうの？いやなんかそのみんなどうかは知らんけど俺の場合夜食とかもそうやねんけど、なんか一回食っちゃうとなんか食いたくなんねんずっと。デブやないかお前。そのどっかでなんかお菓子とかを食べたりするやん。でまあなんか次の日もまだ残ってたりして食べたりしてってなったら、お菓子がなくなった後もなんか食いたいなっていう口になってんのよもう。もうだから食事の口と食事の胃になってるわけねお前の。そうなんか仕事中も最近コーヒーとかやったんやけど自販機のコーラ飲んだりとかなんかレッドブルの眠い時飲んだりしてたのでなんかコーヒーの口じゃないなみたいになってきて、いやなんかまあまあそんなめっちゃ眠いわけじゃないけどレッドブルなんか美味しいし買うかみたいなんでやってたらもう普通にレッドブル飲みたくなんの。レッドブル飲みたくなることなんてあんの？いやあんのよ。口がもうなんか飲みたいなで、いやなんか水とかコーヒーとかなんかちゃうよなみたいな、なんかそのコーラとかレッドブルとかなんよなみたいな、カロリー高めのね。いやそうそうなって、まあなんか買うのよ。まあまあ仕事をやる間これ置いとくかみたいなんでさ、なんか買っちゃってさ、もう止まらないよね。レッドブルとかってお前自販機でいくらすんの？200円ぐらいする？する。ちょっと待って、コーラもでも180円ぐらいするか今。コーラはでも俺が買うのはカンカンのやつなのよ。はい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 。いやでまあ110円かな。いやそうそうそう。いやなんかねほんまに太るべくして太ってきてて嫌やわお前なんかお前頬の周りに肉蓄えすぎてなんか喋りづらくなってない？大丈夫？いやいや口噛みそうなってんねんお前中の肉でお前危ないよお前。いやでもな前までそのお菓子とかジュース飲んでも太らんかったの。そのあれな痩せてからな、一回その太りを経て痩せたらなんか普通にいっぱい食ってて大盛りとかも食うしお菓子も食ってジュース飲んでても太らんかったのよ全然。でむしろ周りからなんで太らんのみたいな言われるぐらいになって、俺もここまでついに来れたんやなと思ってたんやけど最近なんか普通に太ってくんねん。なんか聞いてた話と違う。なんでやお前。これだからね、でもね実は半年前ぐらいに一回なんかちょっと太ったかなんかちょっと一段階太ったかなっていうのがあって、話したかもしれんけど、朝時間なくてその電車乗る時に駅に向かう時に階段をまあ走るほどではないけど早めにタラタラって降りるやんかでいつもの感じで降りたらなんか体のその前面がなんか揺れんのよ。なんかわかるなんか揺れてない俺ってなってこれちょっと太ってないかって思ったのが半年前ぐらいで、そっからまあ体感変わってんかったんけど、最近またなんか一段階ちょっと太いぞってなんか思うでこれやばい。ちゃんと太ってるやん。着々と大丈夫かお前。これやばいほんまに。筋トレとかしようかな。しなあかんようになってくる。だってさこの年になってくるとさ、だんだん痩せにくくなるやん。いやそうやろ、そういう時期が来んねやろもうすぐそうよ。もうだから切り知らさなあかん、もうすでに。ほんでなんか筋トレとかも若いうちにしとけばほんまになんかマッスルメモリーっていうのがあったりとかで筋肉つきやすい時につけとけば、その筋肉がつきにくいみたいな時間とか年代になっていっても筋肉がなんかまた再度発達しやすいみたいな仕組みになるらしいのよ。
共に筋肉がなんか記憶として覚えてるらしいの。一回だからムキムキになっちゃえばトレーニングやらんくてなんか一回ひょろってなってもまた始めたら普通の人よりは早くムキムキになれるらしい、なんかみたいなんもあるから、この筋肉つきやすい20代とかの間に一回この言っといた方がいいよみたいなのも聞くからさ、いろんな要素を兼ね合わせて俺今多分筋トレせなあがん。うわお前マジでじゃあ今やっとかないやばいやつやん。いやそれ俺らな今っきゃなんか今っきゃお前太ってるお前何それなんか口ん中太い噛み方でもないで、なんかスタイリッシュな今っきゃお前何それどう噛んだらそうなんの。噛むとかでもないしゆっくりとミスってたでお前今。どういうやつそれ。細りすぎてるむしろ栄養不足。お前俺に喋らせろお前せめて好きを与えろよずっと一人でこいつ攻めすぎ。お前に喋らせたらまた噛んでまうから攻めすぎここぞとばかりには反撃がこいつを倒すなら今やっつってお前でもダウン状態の時に一発刺しまくっといた方がいいからお前死体映すんな誰がしたいやねんお前いや何の話なんて今っきゃがなんて今っきゃの話はしてないもう全部覚えてない。ほんで今っきゃがお前何どう言おうと思って今かだけで今っきゃになったってこと。今やって言おうとしてあやっとそのなんか K が入ったんや間に。そう K だからパッキャオとかが入ってきた今途中。パッキャオのお前ボクサー選んのよお前。ごめんちょっと入っちゃったパッキャオ、パッキャオがスローインした。お前右利きやろお前。パッキャオ左利きやお前。サウスポーやろあれ多分。いらんねんパッキャオお前。ああだから今のうちや。だから筋トレするのはな。いやほんまにそうだ。お前もそれに関してはそうや。いやマジでさ、でもさほんまにもう全く運動という運動せえへんからさ、そのあかんなとは思うねん。なんか普通になんていうの、そのムキムキじゃないけど、その必要最低限の筋肉もない気がするの今。生きていく上でね、もうちょっと歩いたら疲れるとかなんかちょっと走っただけで次の日足なんか痛いみたいな。そのレベルになってきてるもん。それがちょっとよくあかんなっていう。だからお前さ筋トレなんか部活以外で筋トレしてた時期あんの？その結果出てる出てないとかまあ一旦置いといて、筋トレやろうってなったことあんの？やろうってなったのが何回かあって。あんねや。そうだから普通になんていうの YouTube とかでさ上がってるやんか、筋トレこの1日これ何セットみたいな、なんかそれをやったりとか、あと、何だっけ任天堂のさリングフィット。あそうそれ、リングフィットを弟が買ってきて、もう弟一歩踏み出したんや。弟もで弟がもう全然やらんから、俺がやるっつって、俺1ヶ月ぐらいそれ続けてんけど、ちょっとやっぱ脱落したって。でもちょっと頑張ったな。せやねんな。なんか途中でなんかやめちゃうんよな。なんかあれはあんの？なんかかっこいい体になりたいみたいな憧れみたいなのはあんの？いや全くない。だそうなるとさモチベーションもなんか低いというか高まらんよね。そこに憧れがないと。そうモチベーションください。そうやんな。別に憧れへん。なんなんやろな、ムキムキ別にかっこいいとは思うよ、その男としてな、とってもいいと思うんやけど、自分がなりたいかって聞かれたらなんかそうじゃないんよな。ムキムキもあれよ、ボディービルダーとかみたいにでかいムキムキじゃなくてさ、そう服とか着てたらまあスラッとはしてるけど、脱いだらそれなりに胸板もしっかりしてるし、腹筋もまあ割れてはいるよみたいな、いわゆる細マッチョとか、そこまでいかなくてもいい体してんなってなるぐらいのマッチョでもかっこいいやん。なんかかっこいい。いやそれもなってたらかっこいいけど、
まあ別にそんなまあそんな別になりたいとは思わんかな。まあだって外出えへんもんな。そう見せる人がおらんからさ。見せる人がおらんもんなあれはある。じゃあ自分の今の体に対して例えば可愛い女の子といい感じになってじゃあ脱ぐよっていう時に恥ずかしいみたいなのもある、なんか自分の体が自信がないというか、それはあるの。恥ずかしいというよりは、ネガティブなモチベーションある。あるあるある、それはある。それはある。そっちはあんねや。このガリガリの体よりは、うん、ガリガリの体よりはまあ確かにそのちょっと筋肉あった方が今これ、タイミングとしてはかっこいいやろうな。それはあるんや。まあじゃあそっちで頑張れるかもな、まだ。そうまあでもそんなうわめっちゃ今この子かわいいじゃん今から脱ぎますみたいなそんなシチュエーションはないので。おかしいよお前そらないわお前は。不審者すぎるやろお前。なんてお前今俺が想定してたのはこの子かわいいなでいい感じになりましたでいざっていう時に脱いで残念やなやん。お前なんかだいぶ間すっぽり抜けてん。いやだから省略したのよ。省略したらよかったから言うてちゃんとお前はいいかねんし脱ぎかねんと思ってるから危ない。なんてこと言うねんお前。友達として止めないとっていう今なんか使命感がすごかったね今。優しいこいつこんな変態に。いやだいやだから省略した。いや省略しただけやから。こんな変態には何を省略したんこんな変態にはもうこの子かわいい脱ぎたいなやんもうそいつやん。省略とかじゃなくてありのままやん。いやだからお前が思ってる通り、まあだから俺もこの子かわいいな、ちょっといい感じになった、声かけていい感じになったじゃあ、今からそういうことしようかじゃあ脱ぎますっていうこの段階をギュッてした結果、うわこの子かわいいじゃん脱ぎますじゃあがあかんな多分な。じゃあがあかんわ。では参りますみたいな感じがあるからということでみたいな感じになるからあかんねん。地続き感がすごい間の省略のなんか空気を感じるから続き感この子かわいいからのもう連続した時間軸の感じがすごいあったわ今。まあでもそこあんねやったらまだ筋トレのなんか興味ゼロではないんか。じゃあまあ興味ゼロではない確かに。まあどっちかというと健康志向的な考え方の方がまあモチベーションとしては高い。でもさ健康志向もさこの年であんまなんかモチベーションそんな上がらんくない？いや俺はもうこの年でやっとかないと、後々もう何もできひんって思ってるからそうもう感じてる。偉いな。だから今始めるんやったら今のうちに始めなあかんなとは思ってる。習慣作りだけでもやっときたよな。体がまだ追いつかんかったとしても運動の習慣を組み込みたよな。マジで1日1時間散歩するジョギングするとかさ、まあ、30分とか、まあ、20分とかからで始めてもいいわ。なんかちょっとずつ習慣化をしていって増やしていくっていうことをしないと、まあ、なかなか人って変われないよね。ジムとか行こうとか思わんの？そこでジムっていう話出てくるじゃないですか。出てくる。なんか嫌やなまんまと言ってもうたかって。お前やめていいこの話。なんかお前喋りたそうやなこの後。なんかそんなパターンある。すごいお前。なんかくすやねんけどやめていいこれもう。ダメです。話します僕が。一応聞くが。お願いします。そうやってジム行こうジムじゃあ行ったらええやんって話になると思いますっていうかなりますよこの話したら、ね。なりますね。そうするとドケチな僕は思うわけですよ。なんで金払って運動する場所行って運動しなあかんのって。でも根本は別にしたくないんやもんな。せなあかんけどそうしなあかんなっていう。でなんでわざわざ金払って移動してから運動しなあかんの。その移動の間に運動できるやろっていうまあ確かに。分かる。正直なお前はあれやなもう金払って労働してるみたいなもんな感じがちょっとあるんやな。なんかそうなんかムカつく。もらってこそするけど金払って労働は意味わからんでしょみたいな。そうマジであいつら何してんのって感じ。ジム側にムカついてる。そんなんで金を稼ぐなと。いやだってさ移動して
ランニングマシーンに乗って走るんじゃなくて、移動の間走ったらもうそれできるやろ。いやいやいや、まあランニングマシンとかそうやけど、あと例えばそのなんかダンベルとかさこう持ってさ、やるやんか。やる。それもさ知恵を働かせたらなんか、そこら辺のそのデカペットボトルをさ、使って中に水入れてさ、やったらさ、まあ多少はその筋肉つくわ。お前稲妻イレブンみたいな特訓しようとして最後お前タイヤ受けと思ってない？それ大丈夫？いやだからさ、まあ、ちょっとなんか高台のところの方行ってさ、お前鉄塔前広場行こうとしてない？お前な筋肉くりつけてゴッドハンドやろうとしてない？嘘やろお前。自分で一生懸命な向こうの方に押して、そう押し投げてしっかり構えて両手で、帰ってきたやつをや、受け止めてうわーって言って体吹っ飛ばされる、そうやろだゴッドハンド習得しようとしてないお前伝説の稲妻イレブンの技お前もう習得マジかお前もうちょいマジでもうちょい出そうそろそろ出そう手出そう後ろにでっかい手出そう出そうマジかよ。あそこまでいたらあとトントン拍子やねんからお前。一回出すまでが大変なんやからあれ。マジかよ。いやでもジムはさうわすいません今腹筋鍛えました。じゃあこの笑ってる時間ずっと腹筋鍛えてるってことでやっぱジムは無意味です、お前なんか過激なんよな。でもそのほら場所に行くことでちゃんと続けられるよみたいなメリハリの一個じゃないけどさ、なんかカフェで勉強みたいなものがあるんじゃないの？図書館で勉強みたいな。はいまあ確かになあるかもしれへんそれは、もうあかんそうやななんか全然あるかもしれへんけどやねいやでも筋トレで言うと、まあ、正直その俺らのこの今ゼロというかもはやマイナスの段階からプラマイゼロとかプラス10ぐらいまでは正直家でいけると思う。てかいける。そうやろ？もうちょいいける。なんならだってそこら自重トレーニングだけでめっちゃいい体になってる人もおるわけやから。いやそう全然いけるんやけど、俺らの場合はマジでそんなとこいかんでも全然できる。でもな俺は逆やねんな。俺はもうできるだけ最短でムキムキまで行きたいから、そうなると俺なりに知識を蓄え俺なりのその効率的なトレーニングメニューを組むんやけど、やっぱね自重じゃねその長い目で見ないといけないっていうのがまあ今の俺の知識なのよ。やっぱ最短効率でその期間的な意味でね短い間でできるだけムキムキになろうと思ったらやっぱ適切なそのウェイトトレーニングが必要なわけよ。せやなってなるとやっぱねジムに価値はあると思ってる俺は。なるほどね。でもだから効率重視のそうやっぱ適切な容量を守って、むしろタイムイズマネーやからこそ金を払ってその短くしようの方やな俺は。まあこんだけ言うてるけど言ってへんねんけどな俺ムカつきます。言ってへんねんけど行くならねでてか筋トレするなら、ほんまにその体変えようと思うなら俺は行く気がする。だからちゃんと自分なりにその効率のいいメニューを考えてや。いやそうえらなんかその超回復の期間とか考えて、それこそほんまによく言う今日は胸の日とか、今日は足の日、なんか上半身下半身みたいなちゃんとこの分けてやるタイプやと思う。とか言うてお前めっちゃめんどくさいぞ。お前やる気なくそうなこと言うなよお前こんだけ今喋ってんねんからさ。めちゃめちゃめんどくさいぞお前。でもな筋トレ俺やろうみたいなのはちょっとあったのよ時期的には。そういう期間はあったの。こっちゃやっぱまず家から始めるやん。そりゃモチベーションはないからさ、一旦やるかと思って腹筋ローラー買ったりとか、やっててちょっとおもろなってきたのよ。腹筋ローラー買ったことあるんやお前。そうあるめっちゃきついし、なんかでちゃんと自分で見たらなんか見た目ちょっとちゃう気がするなみたいなところまでは行くわけよ。傍から見てどうかはちょっと分からんけど、自分で見たらちょっと筋肉のがでかなってるんじゃないかなみたいなとかもあるし、そのいろんなトレーニングの回数も増えたり前々できやんかったのができるようになったりとかしてめっちゃ楽しいのよ一応。
おい、楽しいんや。いいやんか、じゃあ。何で、俺がどこで泊まったかっていうと、そのおかんがね、近所のジム、とりあえずもう行ったらええやんって言って、背中押してくれたの。もうなんかあんた家でやってんねんからみたいな。ええやん。確かにそのダンベルとかも買って一応家でウェイトトレーニングできることはやっててんけど、まあ、やっぱそのなんやろ胸のトレーニングとかもなんかあんねんけど、家でできるやつも。やけどまあちょっと自由度も低いし、ちゃんとそのメジャーなトレーニング種目をやろうと思うと家やとできひんかったりするのとか、なんていうの、道具の名前わからないけど寝そべるさ台みたいなあれやんバーベル上げる時とかにさ、はいはい、あります。細めの、ああいうのがないと、ベッドやとさ横になってダンベルをその胸の前とかに置いてやるときに、その肩甲骨を寄せられへんやん。ちゃんとそのベッドより下に行かれへんから、ベッド太いから、はい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 。そやな。いかんやん。肘が自分の背中より下までいかんやんってなると、トレーニング的にはあかんのよ。だからやるならそのなんか台を買わなあかんけど、なんかそんなんするぐらいだったらもうジム行っちゃったらって言ってくれたから契約したことあんのよ、ジム。そうなんお前。そうで一回行ったの。まあだるいなと思ったけど、まあでもそのいかんとモチベーションも上がらへんわと思って行ったの。行ってすごい行ったらやっぱりね、ムキムキな人いっぱいおんのよ。かっこいいなとか思って見てたら、まあなんかいろんな器具があるやん。当然その使い方分からへんやんか。一旦そのまず、ランニングマシーンとりあえず走るか準備も兼ねて一回ちょっと走るかと思ってランニングマシーンやって、でめっちゃバテて、で使い方分からんまま帰ってきて一回も行ってない俺ジム。その1回1回で終わった。その1回こいつだから、お前はいつも通りだから知識だけの男や。誰がいつも通り知識だけの男や言い過ぎんなよお前なあ。ひどいこと言っていいシーンちゃうぞお前。今俺が雑魚かった筋トレジム行ったけど1日で終わったのとこだけをお前責めていいわ。そこはいいよ。お前今チンチンって言ったな。チンチンって言ってない。どこで急にチンチン言ってないよ。あんまり責めるなよお前。泣くぞお前。ごめん、自負あんねんから、知識だけの男っていうのはいろんな事柄において。そうやんな。頭でもお前さどうしようそんなことないよぐらい言われへんのかお前。いやそうやんな。いやなあ頼むわ。いやでもその行動にやっぱちゃんと移すっていうのはマジですごいなとは思うわ。いや自分でもないけど、その実際家でやってると楽しいし、ジム行ったらできることいっぱい増えるしなっていうそのメリットはめっちゃ感じんのよ、始めてたら家で。やけどね、俺はそのジムに行くって家を出るっていうハードルが高かったちゃんと服着替えてな、髪の毛もさちょっといくらジムやけどさ、近所のジムとはいえちょっと身だしなみも整えてさ、ひげ剃ってみたいな。めんどかったね。確かにちょっとハードル高いか。そこがめんどかった。だからフッカレの人やったらいいんじゃないかなと思うけどな。お前それで言うとフットワークは別に重いイメージもないで。なんか外に出るということに関しては。俺そんな身だしなみ気にせえへんからさ、マジで、寝癖のまんまバイト行ったりすんのよ全然。今もだってお前あれやもんな。俺実家住んでる時パッて外出たらお前パンイチでチャリこいでる時とかあったもんな。身だしなみ気にせえへんすぎて。ないわお前。何がそうだよね。なあ否定して危ないから。今2分の2満場一致でお前裸でチャリこいだろ。ええんかそれで。いやだから裸じゃったからパンイチやっつってるのお前。パンイチはそこは大事なや気色悪いこいつ。お前可愛い子おった時に脱ぐもんパンツしかないやん。じゃあもう体動向にちゃうやんもう。いやだから第一声にウェーって言うよ。でその段階チャリコどこでウェーイこれ今。いやかわいい子見つけていいなと思ったらウェーイって言って話しかけに行って。だ小島よしおやお前おいウェ
いやちょっと悲しみやったから分からんかったけど分かってくれた。動きが急に出てきた頭の中には小島よしおや。ねムキムキやないかほんでお前ジム行けお前も。そうだから俺はあとムキムキになればもう二度と捕まることはない。よしおになれるからね。そう小島ですって言ったら見逃してくれる。小島になれるもんな。捕まってもそんなの関係ねえで乗り越えられるもんな。食事とかそうあの踊りでちょっとずつずれていって家まで帰るっていうバレへんようにずれていって確かにそんなの関係ねえの動きのまま徐々に平行移動して家まで帰れんのかお前。ムキムキにさえなれば。そしたらもうなんか突っかかってきた警官はあれあいつどこ行ったってなってるからそのうち。でもお前あれやで気づいたお前そんなの関係ねえ多分ちょっと左に行けるやんあれ勢いで。で、おっぱっぴーのためにちょっと右に戻されるから気をつけてお前。おっぱっぴー1やろお前。はいおっぱっぴーでちょっとだけ右に戻るから。そんなの関係ねえ3、4に対しておっぱっぴー1やろお前あれ。おっぱっぴーのために1戻されるからちゃんとそこ計算に含めて計画立てやんとクルード。お前気をつけろよお前。マジでさこのラジオは誰かの名前出さへんとおもろくならんのこれ。ずっと人の名前出しておもろくしてなんか悲しいわ。ちょっと待ってお前小島よしお何の意味もないでまっすぐ歩けんじゃんお前。お前お前無駄なことせんでもさ職質受けて名前なんですから何の意味もないでも歩けるやんお前。おっぱっぴーのサイクル気にせんでも帰れるって。職質ってこれって任意ですよね。任意ですよね。僕が受ける意味ないですよね。始まってそこまで行けばもう行けるから帰れるから大丈夫やお前安心しろ。お前天才やお前小島よしおマスターになれる。筋トレしたいなの話の結果が小島よしおマスターな。どこにたどり着いてんねんお前。いやー落ち着いたなアホな。今週はこれまで。ありがとうございましたほんまに。マジでこのラジオさ何も解決する気ないやん。何一つとして問題提示して終わり。